ちょっと、起きてください。図書館で寝るなんてだらしないですわよ。ねえ、起きなさい。やっと気がつきましたか。あ、よだれまで垂らして。そっちではありません。反対です。ほら、私のハンカチを使っていいですわよ。久しぶりにあなたが図書館に行きたいと言うから来てみれば、30分と経たずに寝てしまうんですもの。調べたいことがあるとおっしゃっていましたけど、一体何の本を読んでいたのですか？隠してないで見せてください。見せなさい。108つのデートマナー？いわゆる恋愛マニュアル本の類のようですわね。はぁ、こんな本に頼るなんて情けない。一体どんなくだらないことが書いてあるのですか？女性の荷物は持ってあげる。男性は車道側を歩く。カップルシートのあるお店を予約しておく。書いてあることは至って普通ですのね。相手の左側を歩くと両思いになれる？心臓に近い左側を歩くことでハートをキャッチしやすくなると。こんなのマナーではなくダジャレでしょ。だいたいこんな本を読んでガチガチに気合の入ったデートをされるより自然体でいてもらった方が女性も楽だと思いますわよ。特にあなたのような方は気合を入れれば入れるだけ空回りするのですから、何も考えない方がマシというものです。そんな顔をなさらないでください。少し言い過ぎました。あなたがこんな本を読んでいたのには理由があるのでしょうから、それを聞いて差し上げます。それで私があなたにぴったりなアドバイスをしましょう。何ですか？私ではご不満ですか？言っておきますが、私は乙女の中の乙女ですわよ。乙女心は乙女に聞くのが一番に決まっているでしょう。わかったらそんな本は片付けて上へ行きましょう。この図書館の2階はカフェになっているのです。この前も一緒に行きましたよね。やっぱりここの紅茶はどれを頼んでも美味しいですわ。あなたも気に入りましたか？そうですか。それは良かったです。それで、なぜデートマナーの本など読んでいたのです？デートの予定でもできたのですか？突然モテ期が到来しても困らないように予習していたって、予想以上にどうしようもない回答ですわね。少なくともモテ期がどうとか神頼み的な思考のうちは永遠にモテ期などやってきません。私ですか？そりゃあ私くらいになれば男性の50人や100人に口説かれるのは日常茶飯事です。すみません。ほんのちょっと話を大きくしました。でもデートの1度や2度は経験したことありますわよ。それはあなたも同じでしょ？まだ誰ともデートをしたことがない？そうですか。いえ別に意外だっただけです。わかりました。つまりあなたはデートの経験がないためにまだ予定も入っていないデートで失敗してしまうのではと無駄な心配をしているのですね。言い方にトゲがある？そんなことありません。真実を言ってるだけです。ではヘタレで小心者なあなたに向けて私が正しいデートをレクチャーして差し上げましょう。まずはお相手選びです。そこからするのかって？当たり前です。
むしろここが最も重要な点と言えます。自分に合った素敵なお相手さえ見つけられれば、内容など深く考えなくても自然にいいデートができるでしょう。それでは問題です。次のうち、一番あなたにぴったりなお相手は誰でしょう？ A、気が強くて食い意地の張ったちょっとおブスな人型妖精。B、生活能力ゼロ、無意識にお色気を振りまくマッドサイエンティストな妖精研究家。C、ぼったくり商店を営むがめつい少女。D、おしとやかでしっかり者のお嬢様系美女。さあ、あなたは誰を選ぶべきかお分かりですね。A のちょっとおブスな妖精？違います。不正解です。こんな簡単な問題もわからないなんて、先が思いやられますわ。正解は D です。おしとやかでしっかり者のお嬢様系美女です。あなたのように強がっていても繊細なところのある方は、騒がしいガサツな女性といると疲れてしまうものなのです。おしとやかで芯の強い女性に支えてもらうのが合っています。加えてデートに自信がないご様子ですから、ある程度しっかりした計画性のある方がいいでしょう。明るい性格の子の方がタイプ？あなたのタイプなど聞いていません。こういうことは第三者からの客観的な意見を採用すべきです。あなたの周りにおしとやかでしっかり者の子はいませんか？いるでしょう。お嬢様風の品の良い女性が意外なほど近くに。ほら、お分かりですね。わからない？あなたの鈍感さんには呆れ果てます。仕方がありませんね。漠然とで構いませんから、そんなお相手をイメージしてください。イメージしましたか？では、いよいよ肝心のデートです。イメージしたそのお相手とデートするには、どのような場所が最適でしょう？遊園地？最も愚かな回答の一つですわね。デートといえばとりあえず遊園地という単純な思考回路が丸見えです。長い付き合いならまだしも、初めてのデートで遊園地に誘うのは禁物です。待ち時間が長いですし、体力を使うとおしとやかなお相手は、ますます口数が減ってしまうでしょう。もっと知的で静かな場所にすべきです。映画館。少し正解に近づいてきましたが、まだ100点ではありません。あなたのことですから、見たい映画が分かれた時、きっと相手に合わせてしまいます。興味のない映画を見る羽目になったあなたは、今日のように眠りこけてしまいますわ。そしたら、デートは大失敗です。そう。やっと正解にたどり着きましたね。図書館です。あなたはおしとやかでしっかり者のお嬢様と、図書館で静かな時間を共有するのが向いています。それが、あなたの飾らない魅力を相手に伝える、一番のデートだと思いますわ。ところで、私とあなたは図書館でゆっくり過ごした後、こうしてお茶を飲んでいます。私の言おうとしていること、理解してくださいましたか？つまり、この状況も立派なデートです。私とあなたは、以前にも2度、図書館へ一緒に来たことがありますわよね。私は、それをデートだと思っていました。だからさっき、1度や2度のデートはしたことがあると言ったのです。それなのに、あなたと来たら、デートをしたことがないなどと言って、デートだと思っていたのは、私だけなのですか？図書館はデートに来る場所ではないと思っていた。そうですか。わかりました。それなら、あなたの言うデートらしいデートを今からしに行きましょうか。でも、今日話したことは、2人だけの秘密にしてくださいね。私が
図書館デートしかしたことがなくて、その上あなたにはデートと思われていなかったなんて。そんなことが皆さんに知られたら何を言われるかわかりません。あなたもデート経験がないなんてあまり知られたくないですよね。だからお互い秘密にしておきましょう。それに、これからデートをすれば堂々とデート経験者を名乗れます。善は急ぎです。さあ、行きましょう。待ってください。私、あなたの左側を歩きたいです。理由ですか？さあ、秘密です。